目覚めた地球人へ。今日は全脳思考、脳を快適にすることについて話していきます。右脳と左脳の機能や特徴を知ることで、今体感する感情につながっています。どちらかを選ぶかによって体感は大きく変わっていきます。思考の特徴を知ることで心の痛みを消すことができます。快適に脳を使えるようになることで全く違った生き方になるという話です。ぜひ最後まで聞いてほしいです。この動画を見ることで目には見えないエネルギーを知ることができます。もし地球で映画や漫画のようなことが起きても、今転換期の地球の浄化として受け入れていくことができます。準備して心構えをします。今までネガティブな感情に振り回されてヘトヘトになっているという方、自分に悩んで今まで生きてきたという方には、明日からでも体感することができると思います。これからの地球は考えてきた思考とネガティブの感情に振り回される時代が終わります。内面の自分と会話ができるようになると、今までの考え方や概念は全く必要がないことに気づくことができます。潜在意識や量子力学、脳科学を独自で学び始めて、科学では解明できていないスピリチュアルなこと、物質の現実では目には見えることだけではないこと、感情や思考の波動で現実を作って日常に試し続けている毎日の自分を信じて、この動画を配信しています。今回は思考をテーマにして快適な脳にするために全脳思考に近づけていく方法について話していきます。この動画では私の実験や体験、思考の情報を踏まえて配信しています。できるだけ新しい情報も取り入れながら話していきたいと思います。脳で考えるって言いますが、脳で考えること、脳を使いこなせているって意識したことはないと思います。実はほとんどの人は脳を使うのではなく、脳に使われて生きていると言われています。毎日の生活を振り返ってみるとわかります。気持ちが前向きで何事にも意欲的に取り組めばスムーズにことは運びます。誰しも経験していることですよね。反対に気持ちが沈んで不安や恐れにとらわれているときは面倒なことがいくつも重なります。では物事をスムーズに運ぶ前向きな気持ちやネガティブな出来事を招く沈んだ気持ちはどこから出てくるのでしょうか。それは先に出来事が起こり、それに対して脳が反応を示した結果、行動が変化して現実を左右したということです。これが脳に使われている状態です。意識ではなく脳が主になっているということですね。思考が先で現実は後なんです。脳は道具です。意識は自分。脳を使いこなしていくためには、右脳と左脳の比率、バランスを良くして思考を整えていきます。そのバランスのいい脳で思考することで、現実がより良いものになっていきます。なぜ今までの左脳優位の社会から右脳を優位にしていきたいのか。仕事や恋愛、健康を体験する上で人間って本当に可能性があるにもかかわらず、常識の中で小さいものと思い込んでいるブレーキがあると思うんです。逆にアクセルになるのが自分の常識の枠を抜ける、超えるということ。努力を必要とせずにできることをする。アクセルを踏むことができないと前には進めないけど、どうしても踏むことができない。自分の人生を通じて他者を幸せにするシナリオを書いていくとします。しかし自分の計画を作ることが先で大切になるんです。そのプランが一番見えているのは自分なんですから。今までの思考は半ば強制的に相手の共感力を高めながら思考を共有する方法でした。人間の合理的な古い思考だけではなくて、その背景には脅威を持たせて人間を刺激するプロセスが必要だと思うんです。あとは必ず安心感を与えることです。右脳と左脳の使い方や違いは多く特徴があります。左脳は常識や論理、そして物事を分析する働きがあります。
右脳は創造性や直感を感じる、いわばスピリチュアル的な機能をしています。大人になるにつれて言語を司る左脳が活発に働くようになり、左脳が優位になっていきます。右脳と左脳を例えれば、トランプで神経衰弱をやっているとします。右脳でパッと見た感じが漠然と記憶として残ります。この辺とこの辺っていう感じです。しかし、左脳は頭の中で数字とか知っていることで覚えていきます。実は右脳だけで働くのも危険なことなんです。なぜ危険かっていうと、一つのことに集中するからです。そばに危険が発生していても、近づいているとしても全然気づかないからです。聞こえないほど超集中するからです。だから右脳は子供時代は多く働くんですよね。子供は大人がそばにいて守ってあげられるからです。危険とか察知すること、大人がしてくれるからこそ子供は集中できるわけです。だけど大人はそういうわけにはいきません。自立していますから。だから大人になったらその危険がない場所で、例えば屋根があって雨も降らない家の中で右脳を使うことを意識すればいいんです。だから今からでもすぐに大人も右脳が使えるんですね。だけど大人は普通は左脳で生活していますよね。これはしなくていい、これはやらないとダメのように理論的に覚えていくんです。左脳的な理論的に積み上げていく作業が大人の思考なんです。右脳を使う子供は毎日読み聞かせをしたら、絵本の話を文字が読めないのにその話が見えるようになります。丸暗記が先で絵本の中の文字の塊が後の見方です。全体に見えてくる感じです。では右脳が発達している大人はどんなメリットがあるのか。一つは脳に働きかけることで今まで持っていた思い込みを取り去ることができます。生きているだけで幸せだっていう感覚は右脳の基本的な特徴です。人間がこの地球に生まれてきた目的は個々の課題を見つけて幸せを生きるためです。地球存在すべてに感謝ができることも目的です。右脳と左脳を活性化させるためにはどうしたらいいのか。人間社会の全体を視座を変えて見てみると、これからはいろんな過程、いろんな方法、いろんな解決策をアプローチしていくことで、刺激を受けた人間は意欲が湧いて率先して自らが動けると思うんです。これに気づいたときに右脳と左脳がバランスよく働いている快適な思考で想像して行動する結果を感じることができます。この思考によって未来を描いて現実にすることができます。常識で自分でできないと思い込んでいるっていうのは最大のストッパーです。これを外してあげると能力は開きます。右脳のイメージ力を変えること、右脳の能力を上げるためのトレーニングとか、簡単にできることってあるんです。一つはできる、絶対できるってイメージしながら実現できている自分を作ることです。自分がうまくできているっていうイメージはスポーツではアスリートたちはやっています。ゴルフで例えてみます。ティーショットから弾道を沿ってボールが落ちて転がっていってカップに入ったってイメージするんです。脳は本当にあったことなのか、思い出していることなのか、勝手に作ったイメージなのか区別できないんです。現実か想像かわからないということです。イメージトレーニングをベースに区別できなくするための方法をお伝えします。ゴルフでホールインワンをするってイメージしたときは、ティーショットをしてボールが転がってカップに入る。これだけのイメージでは自分の中で終わっちゃうんです。だからそうではなくて、朝から家を出るところからイメージするんです。朝起きて今日はホールインワンするって思って、今日はこの洋服でゴルフをするって決めるんです。朝
奥さんがいいことあるといいね、頑張ってって言ってくれた。家を出るところもいろいろ細かくイメージするんです。高速を車で走っていたら混んでなくてスムーズだったなとか、黒い車をよく見たとか、そういうところまで細かくイメージしてゴルフ場に着きます。これから始まるぞっていうゴールスタートしている気持ちが大切です。イメージでゴルフの仲間が最後に今日は良かったねって言ってくれて、すごく嬉しかったなっていう感情とか、そういうところまで長くイメージをする。後で、あれ本当にあったことだったのかな、作った話だったっけってわかんなくなるんです。すごいんですよ、これが。そのぐらいすると予行演習してないのにやったかのような結果が得られるっていうことです。イメージを小さなところから実践しているって夢を叶えられるっていうことです。想像してなりたい自分になるっていうのも普通にできてくることなんです。安心してください。必ずできますよ。今までこの悩みを解決するためにどんな情報を探してきましたか？今までの経験、体感していることはすべてあなたが望んだことで選んで体験してきたことです。この動画を見ている時点でこの悩みの解決や今からの人生の見つけ方を知ることに近づいています。例えば目標達成したいことがあって1週間で何とかしようってその1週間の計画を立ててみます。右脳でアイデアが出てきたら左脳でまとめてそれを結果につなげてみる。結果が見えていないってとても怖いことですよね。わかりますよ。でもやり続けていくんです。プランを立てて計画から今実行したことは動き出した時から今までやったこともないことにチャレンジして見えない未来に向けてコミットしたわけです。この地球は行動の星です。行動したことで自分の枠を超えたわけですね。同時にメンタルの部分も考えます。だから結果として学んだことをどうやったら自分に活かせるのか。そのフィードバックまで入れて左脳で考えていく。仕事をやっていく上で人間は本当に可能性があるにもかかわらず自分の常識の中でできないことの概念を多く作っています。誰でも努力を必要とせずにできることなんてありえないって思い込んでいます。この快適思考で自然な形で自分の枠を楽に超えていく行動につなげられるようになるんです。だから望む現実を作ることができるようになるんです。集中できる脳にするためには瞑想することです。それも視覚を使わないこと。見えると気になりますから目を閉じます。それと呼吸です。私の呼吸法ですが参考にお伝えしておきますね。まず息を8秒吐いて16秒止めて8秒で空気を吸う。これを続けます。自然に右脳を使えることになります。毎日の呼吸です。お金も時間もかかりません。簡単ですよね。今望む未来につながることを強く長く意識します。あなたが地球に来た目的はあなたしかわかりません。他者は知りません。他者に答えを求めず自問自答で決めていく。今の行動で作っている未来はもうすぐ目の前に見えてきます。ここでまとめです。快適思考にするためのお話をしてきました。人間の潜在意識はいろいろな行動を制限してきます。日本の中高生の自己肯定感が低いって言われています。この年代の潜在意識って実は自分に無理って自分が決めたことではないんです。周りの大人たち、お父さんやお母さん、近所の人とかにやらないとできないよとか、また失敗したのとか、それはダメだねとか、学校ではできないから頭が悪いとか、そういう制限されてきたことでセルフイメージが低くなっていくんです。本当は
もっとすごい潜在能力を持っているのに自分にはできないって作ることもあるんです。でも自分で作り変えられる、もっと自分の力を出せるって今から知ると、20代になった頃には本当に素敵な大人になっていけるんです。潜在意識に入って得意分野の内容だったらできることもたくさんあります。シンプルに考えたら今の左脳の過剰な思考が収まってきて、右脳の思考を使いこなしてバランスよく快適思考で自然な自己対話ができるようになるということです。もうイメージを使って右脳に伝えられることが分かっています。どんな方法でもイメージは使えます。常に願うことを画像やシーンにする練習はした方がいいです。これは自分という意識と脳との対話です。叶うことがわかるから迷ったり落ち込んだりはしませんよね。ただ信じる。いくらでも叶え続けることにつながります。今の思考が左脳なのか右脳なのか出てきた時にはわかるということです。イメージはこれです。ここでどうしても左脳でしか考えられないという方に向けて私からの提案です。私がやっている自宅でできる小さなことからコツコツトレーニングです。右の肩に限定になりますが、左手で作業することを意識します。左手で箸ではなかなか難しいので、最初はスプーンでご飯を食べたり、左手で物を持ったりすることを意識します。たったこれだけで右脳に働きかけをしています。お金も時間もかからないトレーニングです。ぜひ試してみてください。普段当たり前に出てくる思考は人生で考えてきた記憶のようなものです。人間は脳を使うことで現実を作ります。今までの古い概念や思い込みを外して新しい考え方も取り入れていくことで今からの地球の波動に合ってきます。自分自身のできることが分かってきます。他者のことは気にせずに、批判も比較もせず、波動の低い感情はどんどん手放していきましょう。自分を許している寛容な気持ちをいつも意識してください。必ずあなたに合ったプロセスで問題解決に向かっていきます。今を生きているパワフルで情熱のある素晴らしい地球人は自信に向き合うことで個性を知ることができます。他者と比べる、競う、争うことは必要なく全く無意味なんです。あなたはたった一人の個性のある存在です。あなたの代わりはこの物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら個々のテーマと目的のために生まれて地球で今生きているからです。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからも動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価していただけるととても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。